みけちゃん、サラリーマン。こんにちは、みけちゃんです。皆さん、元気ですか？私は風邪をひいてしまいました。最近、私の周りでは、喉風邪のようなものが流行っています。喉が痛くて、咳が出て、鼻水が止まりませんでした。今日はだいぶいいです。というわけで、しばらく YouTube をお休みしていてごめんなさい。先日、視聴者の方からコメントをいただきました。日本人はプロフェッショナルな環境でどのように行動するか、私も気になったので、ちょっと調べてみました。日本のサラリーマンについては、よく取り上げられているので、ご存知の方も多いでしょう。一昔前のサラリーマンはよく話のネタにされてしまうこともありました。ただ最近はだいぶ改善されているようです。サラリーマンの朝は過酷です。満員電車に乗ることから始まる人が多いんです。都心部の住宅は高いので郊外に住む人が多いからです。片道1、2時間かけて通勤する人もいます。幸運にも椅子に座れた人は眠っていることが多いです。日本の電車では眠っているかスマホをいじっている人が多いです。海外の電車では眠っている人はあまりいないと聞きます。あなたの国ではどうですか？早朝や夜の電車では熟睡して隣の人の肩にもたれてくる人もいます。朝の通勤ラッシュや夕方の帰宅ラッシュの時間帯は混雑に加え人身事故や急病人で電車が停車することがあります。ただ最近はだいぶ混雑も緩和されてきた印象です。コロナ禍前と比較し、在宅勤務やフレックスタイムを導入する企業が増えてきました。最近は時差通勤を推奨している鉄道会社が多いです。鉄道会社によっては混雑時間以外に使える割引定期券を販売しています。また、混雑時間以外に乗車すると、ポイントでキャッシュバックする時もあります。そのため、ひどい混雑は減っている気がします。会社に着いたらまず最初に挨拶をします。おはようございます。と元気に挨拶をすると印象がいいです。その際、お辞儀をします。朝の挨拶は少しペコリと頭を下げる程度で良いでしょう。入社すると名刺がもらえます。名刺には自分の名前、勤務先の会社名、所属する部署名、役職などが印刷されています。顔写真が印刷されている名刺もあります。初めて会った取引先の人と交換し、商談の前に軽い挨拶をします。自分の名刺は名刺入れに入れて携帯します。名刺の渡し方にはマナーがあります。まず自分の名刺を1枚取り出します。名刺入れの上にそれを載せます。向きは相手が読めるように相手向きです。そして社名と名前を言って交換します。最近は社内外問わずオンラインミーティングをすることが多いかもしれません。以前より直接人に会う機会が減っている人が多いでしょう。電子名刺を使う機会も多いかもしれません。日本の企業も
どんどんデジタル化が進んでいます。日本のビジネスマナーはいろいろあります。敬語はよく使われます。ただ、普段オフィスにいるときは、丁寧にデスマス調で話していれば問題ないでしょう。ビジネスマナーについては、たくさんの本が出ているので、一度読んでみてもいいかもしれません。2005年から政府の取り組みにより、クールビズが浸透しています。夏場は冷房の設定温度28度以上が推奨されています。そのため、ネクタイや長袖のジャケットなしで働けるようになりました。環境保護の一環です。人にも地球にも優しいですね。朝の満員電車にストレスフルな労働環境、パワハラ、サービス残業、終電やタクシーでの帰宅、ほぼ私生活がない人もいます。このような会社をブラック企業と言います。ブラック企業だと分かったら速やかに転職しましょう。ブラック企業の反対はホワイト企業と呼ばれています。労働環境改善のため、各企業では様々な取り組みがなされています。例えば、ノー残業デー、略してノー残デー、週中の水曜日をノー残デーとしている企業が多い印象です。日本の古い体質の会社では、上司より先に帰りづらい雰囲気があります。そのため、このノーザンデーに大好きな趣味の予定や友達との飲み会など私用を入れる人が多いんです。他の日は急な仕事で行けなくなってしまう可能性があるからです。海外の人が多く働いている外資系企業では、このようなことは少ないのかもしれません。また最近は日本の多くの企業でもできるだけ残業を減らすよう努力をしています。ワークライフバランスが日本でも重要視されるようになっています。サラリーマンは土日休みの人が多いです。そのため、金曜日の夜や土曜日の朝は駅や公園のベンチ、路上で酔っ払いが寝ているのを見かけるかもしれません。通りすがりのシラフの人に笑われています。皆さんも飲みすぎには注意してね。